パヤオ、タイの北部のオアシス。ここでは美しい風景と素晴らしい人々との出会いが待っていました。いや、優しすぎでしょほんま。チェンライからバスでパヤオバスターミナルへやってきました。しあさってにはパヤオからナンという町へまたバスで移動するので、あらかじめチケットを買っておきました。ネットで調べたらパヤオからナンへ行くバスが買えるかどうかわからなかったんですが、買えました。問題なく買えました。店員さんも優しかったです。バスターミナルから徒歩1分ぐらいのところに宿を取っているので、とりあえず行ってみます。チェックイン時間はまだなので入れないかもしれませんが、無理なら荷物だけ預かってもらいます。ちなみにこちらがバスターミナルから出てすぐのパヤオの街並みです。こちらが今日から3日間お世話になる宿です。入ってみます。いや、午前中なんですが、ありがたいことにもうチェックインできました。部屋行きます。では1泊約2200円の宿、どんな感じでしょうか。第一印象は若干狭めです。寝具は嫌な匂いなどなくて問題なしです。水回りも綺麗です。何の問題もなさそう。シャワーもごくごく普通のもので、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあるのはありがたいです。残念ながらトイレットペーパーはついていません。冷蔵庫があるのはありがたいです冷蔵庫の中にトイレットペーパーがありました。冷蔵庫の上にもトイレットペーパーありました。水が2本ついています。 Wi-Fi は一瞬爆速かなと思ったらキロなので1メガもないのでめちゃくちゃ遅いですね。使い物にならないスピードです。しっかりとエアコンがついているのはありがたいです。部屋全体が少しカビ臭い感じは気になります。では荷ほどきをしてからお昼ご飯食べに行きます。はい、ではお昼ご飯食べに行きます。いや、宿にね30分ぐらい滞在したんですが、ちょっと外れかもしれないですね。相当カビ臭くて体に悪そうな雰囲気です。ではお昼ご飯、こちらのお店に行きます。現地の人がたくさん入っているので美味しいかも。メニューはシンプルなので Google 翻訳で翻訳すれば簡単に選べます。チキンライスのビッグサイズを注文しました。いただきます。味は特に特徴のない平均的なカオマンガイです。変わっているのはレバーかな。レバーがついていました。これはこれで美味しいです。カオマンガイを頼むと必ずついてくるスープ、こちらのスープのクオリティ高かったです。ごちそうさまでした。宿には臭くて戻りたくないので涼めそうな場所を探しに行ってきます。こちらおそらく公衆電話の跡地ですね。世界中で需要がなくなってきているんでしょう。バスターミナルの目の前に、若干大きめのショッピングモールがあったのでこちらで進みます。映画館もあるようです。店内の雰囲気はセントラルモールやチェンマイのメイヤーモールと違って華やかな雰囲気とは言えない感じです。1階は靴や衣料品がメインのエリアのようです。こちらは2階のお手洗い、無料で利用できます。こちらが2階の映画館、お客さん見当たらないですね。こちらは料金です。鬼滅の刃の映画が89バーツで見れるようです。こちら公開予定のカレンダー、名探偵コナンなども公開されるようです。こちら映画館前のゲームコーナー、日本から持ち込まれたであろうゲームがたくさん置かれています。こちらは1階のスーパーマーケット的なお店です。お菓子や洗剤などはなかなか安かったです。チェンマイより安いです。1時間ほどゆっくりできたので一旦宿へ帰ります。はい、宿に帰ってきました。はい、じゃあ夕方になって涼しくなったら、湖の方綺麗そうなんで、行きます。一旦お休み。では700メートルほど歩いて、湖に行きます。湖沿いは遊歩道があり歩きやすく設計されています。湖の近くの公園には東南アジアあるあるのトレーニング器具が置いてあります。こちらがパヤオのメイン観光地、パヤオ湖です。大きさは琵琶湖の32分の1ほどの大きさだそうです。琵琶湖大きいですね。しっかりと整備されていて
とっても気持ちの良い雰囲気です。修学旅行生でしょうか、タイの学生さんたちでにぎわっています。そしてこちらがナーガ像、パヤオで画像検索をするとまずこの画像が出てくるぐらい有名なランドマークです。そんなに大きなものでもないのですが、背景がすごく綺麗なので結構見応えあります。夕方は風も涼しくてかなり気持ちのいい雰囲気です。ただいま約6時45分、この時間帯の空の色最高です。かなり暗くなってきたので、こちらの湖からは離れて晩ご飯探しに行きます。綺麗でおしゃれでちょっと高そうな雰囲気のこちらのレストラン、メニュー表見たら意外と安かったんで行ってきます。英語でもしっかり記入されている綺麗なメニュー。僕が普段行くようなローカルなレストランとは雰囲気が全然違います。こんな熱帯魚を飼っているようなレストラン初めてです。考えてみたらエアコン付きのレストランなんてタイで初めて行きます。まさかの無料の突き出しが出てきました。突き出しいただきます。日本の居酒屋だと180円ぐらい取られそうな突き出しの味です。こちらの顔そうい綺麗なお盆に入って届きました。まさかの60バーツ、ちょっと不安になってくるレベルで安いです。普通に超美味しそうです。トッピングはガシガシ全部入れるタイプです。いただきます。めっちゃうまいや。メニュー表には59バーツと書いていたんですが、本当にその値段でいいのかと不安になるぐらいのクオリティですね。なんか支払い怖くなってきた。ボリュームもしっかりとある美味しいカオソイでした。ごちそうさまでした。最高。こちらお世辞抜きで今まで行ったタイのレストランで一番かなにコスパいいです。追加料金などはなくカオソイ代の59バーツだけでした。店員さんの愛想もすごくいいし、本当に最高のお店です。もしパヤオに来る方ぜひ来てみてください。胸張っておすすめできるお店です。こちらは宿までの帰り道、静かな道です。帰り道のお寺にふと現れた大仏さんっていうのかな、すごい迫力です。無事宿に帰ってこれました。明日は早朝のパヤオ湖に行きます。パヤオの早朝です。チェンライやチェンコンと比べて少し気温高めな気がします。こちらは早朝のパヤオ湖です。朝もやがかかっていて反対岸までが見えないような感じになっています。こちらは早朝のナーガ像、水面にドラゴンが映っています。パヤオ湖周辺は早朝が涼しくて人もそこまで多くなく、一番観光しやすい時間帯だと思います。こちらがナーガ像の真向かいにある大きな広場です。この広場では昔のタイの王様ですねが祀られています。朝からみんなで運動しています。気持ちよさそうです。そこら中に椅子があるんで疲れたら簡単に休憩もできます。ジョギングやサイクリングをするのに最適な道です。中央に見える島が見えるでしょうか。この後あちらにあるお寺に船で行くのですが、8時からしかその船出ていないみたいなので、それまで朝ごはん探しに行ってきます。空いてるお店が全然ないです。とりあえずこちらで、連続で申し訳ないのですがカオソイいただきます。長細器のカオソイ初めてですね。美味しそう。いただきます。ごちそうさまでした。店員さんの愛想がめちゃくちゃいいお店でした。で We are Japanese って言ったら No って言われました。日本人じゃないみたいです。到着しました。こちらがクアンパヤオ船着き場です。 Google マップでは8時からと書いていましたが、8時前にもう開店していました。こちらが船に向かう道です。8時前ですが、船乗り込めました。後ろで手動で、船漕いでくれています。船代は1人50バーツです。
この船に乗るなら朝日の綺麗な早朝がおすすめかなと思います。早朝のパヤオ湖は静かで穏やかです。船が進むと心地よい風を感じます。湖に浮かぶお寺へ向かうこの静かな船旅をどうぞお楽しみください。約5分ぐらいかな。それで到着です。さっきまでいた内陸があちらです。ではお寺ちょっと見てきます。小舟に揺られて約5分、湖に浮かぶお寺に到着しました。 Google マップでは8時半からと書いていたのですが、8時の段階で中入れます。先ほどのボート乗り場で菊をいただいて買うのかな、こちらで、そちらを備えることができます。こちらのお釈迦様の後ろには蛇がいますね。きっと何か意味があるのでしょう。土壌かな、うなぎかなが売っています。こちらは購入して、池に放流して逃がすことで徳を積むっていうタイでよくあるやつですね。こちらは絵馬的なやつかな。多分20バーツで購入して願い事を書いてこの木にくくりつけるっていうやつですね。多分そうですね。おそらくこちらが購入場所です。これが多分この20バーツです。書かれた願い事を見ると、タイ語で書いている人が多いので、外国人観光客がそこまで来ない場所かもしれません。お寺も良かったんですが、それ以上にこの船が静かで気持ちよくて一番価値がある気がします。戻ってきました。素敵な朝の散歩でした。では一度宿に帰って、少しゆっくりします。帰り道で市場を見かけたので、ちょっとバナナの値段見てきます。チェンライの市場ほどではないですが、結構それなりに盛り上がっている雰囲気です。観光客が少なく地元のお客さんが多いからか、値札がついていない商品が多いですね。マンゴーが1キロ25バーツ、今まで見かけた中で最安値です。同じ市場によっても店によって全然違うんですね。こちらは1キロ50バーツ。商品の上にスズメが普通に乗っかっていますまるで売り物かのような猫。かなり大きいサイズの淡水魚です。パヤオ湖で採れたものなのでしょうか。市場のアーケードの中に入ってきました。アーケードの中は食べ物が少なくて衣料品などがたくさん置いています。シャッター商店街とは程遠く、ほとんどのお店が開いているのが印象的です。いや、日本の漫画カルチャー人気すごいですね。パワーボーイ。ちょうどいいバナナが見当たらなかったので、今日は、買わずに帰ります。帰り道で見かけたソファー約8000円。安。こちらは5600円ぐらいかな。安。こちらのドーナツ屋さんでドーナツ買って帰ります。どのドーナツも1個10バーツ、約40円です。先ほどのドーナツ屋さんの真隣にあるこのドリンク屋さんで飲み物を買っていきます。店員さんは同じ人。タイティーにタピオカをトッピングしたものを買いました。25バーツ。部屋帰っていただきます。無事に宿帰ってきました。はい、じゃあ10バーツドーナツいただきます。見た目で言うと、日本だと100円ぐらいしてもおかしくない感じですね。いただきます。見た目は100円、実際は40円、味は80円ぐらいのドーナツです。25バーツ、約100円のタピオカ炊いていただきます。味はちょっと薄めです。過去の動画で何度も紹介しているホップの20バーツのタピオカ入りタイティーと味は同じぐらいのクオリティだと思います。朝から9000歩近く歩いてちょっと疲れたんでゆっくり休憩します。今日はちょっと体調が悪いので間違いなく美味しいものを食べて、元気出そうと思います。昨日晩ご飯を食べた最高のお店が幻なんじゃないかなと思うんで、現実かどうか確かめに行きます。パヤオはちょっとね暗い道が多い気がしますね。ただそれでも治安の悪い雰囲気は僕的には全く感じないです。最高のお店ありました。幻ではなかったようです。でやっぱりこのお店すごいです。椅子座るときに椅子を引いてくれました。いやそんなのローカル食堂でないですからね。いやすごい。
今日はカオソーイにプラスして豚の血で炊き込んだ、ご飯を頼みました。いただきます。うまい。豚の血で炊き込んだと言ったら驚くかもしれないですけど、豚の血の嫌な味は全くしないです。でこのフライドガーリックがいっぱいかかってて、その味が強い感じですね。米の食感も良くて美味しいです。ちょっとメインディッシュにはなりづらいと思うので、カオソイとかと一緒に食べるのがいいかなと思います。ごちそうさまでした。ちなみに今日のカオソイには鶏肉2本入っていました。最高のレストラン、 Wi-Fi スピードも最高でした。ごちそうさまでした。相変わらずいいお店でした。ただやっぱりね、カオソイがおすすめです。ぜひあの店ではカオソイ食べてください。僕は行かないのですが、妻がこちらのマッサージ屋さんに行きました。値段はこちら、タイマッサージが1時間150バーツです。感想また妻に聞いておきます。店員さんの愛想がとても良く、マッサージの質も満足のいくものだったそうです。ではゆっくり眠って体調を戻します。おはようございます。宿の部屋から見える朝焼けがとても綺麗です。では朝ごはんを食べに行きます。結構評判が良さそうなおかゆ屋さんがあるので、そちらに行きます。こちらのおかゆ屋さんですね。では入ってきます。メニューは英語は書いていませんが、おかゆと卵入りのおかゆの小サイズと大サイズですね。小さい方のサイズを頼んだのですが、ボリュームたっぷりです。美味しそう。いただきます。美味しい。かなりレベル高めのおかゆです。具は豚団子にフライドガーリック、ネギ、生姜で卵トッピングしてるんで、結構安くて美味しい。コスパ良しです。今までタイで食べたおかゆで一番美味しいです。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。多分明日も来ます。安くて美味しいだけじゃなくて、店主さんが日本で働いてたことがあるみたいで、コミュニケーションもとてもしやすい、本当いいお店でした。おすすめです。お昼のパヤオコを見に来ました。ただもう暑すぎて命に関わるので、涼しいカフェに逃げ込みます。パヤオコから約徒歩で 2,3 分の場所に位置するこちらのカフェに行ってきます。店内はエアコンがガンガンに効いているおしゃれな雰囲気のカフェです。 Wi-Fi スピードもかなり速いです。コンセントもあるので充電できます。ただ机が若干低いめなので、パソコン作業には向いていないかもしれません。とっても可愛いワンちゃんもいます。ポメラニアンかな。アイスカプチーノ注文しました。50バーツ、量はたっぷり。いただきます。まろやかなミルクと香ばしいエスプレッソが絶妙な味わいです。暑さで疲れた体に染み渡ります。はい、では次はですね、結構大きめのショッピングモールがあるみたいなんで、グラブ使って車配車してそちらに向かいます。ちなみにボルトというアプリの方が安いんですが、ちょっとボルトじゃドライバーが捕まらなかったので、今回はグラブを使用しました。ちなみにパヤオはグラブ、フードパンダ、あと捕まりづらいですがボルト使用できます。ありがとうございました。いいドライバーさんでした。こちらがパヤオのトップスプラザです。さあ中どんな感じでしょうか。見ていきます。こちら店内ですね、1階建てのようです。なんか倉庫みたいな雰囲気ですね。店内 AIS の Wi-Fi がつながります。スピードは驚くほど速いです。どんなテナントが入っているか軽く見ていきましょう。まずタイの最大コーヒーチェーンカフェアマゾンがありますね。ピザハット、ワコール、ミスタードーナツ、ワトソンズなど大手の有名なテナントがたくさん入っています。トップスプラザなので当然トップスあります。ここに来れば大概の食料品は揃いそうです。初めて見ました。エキサイトカラオケ、カラオケボックスもありました。おそらくこちらが料金表。1時間140バーツ、約560円ぐらいかな。安くはない気がします。そして映画館、タイには映画館多い気がします。値段見てみましょう。タイでは映画館や映画によって値段が違うみたいです。
ちなみに鬼滅の刃の値段が100バーツですね。こちらの洋服のブランドはオンミ、タイではひらがなよく見かけます。イオンのクレジットカードカウンターみたいなやつありました。いや、日本企業すごいな。ちょっと腹ペコなんでフードコートでご飯いただきます。こちらも他のショッピングモールのフードコートと一緒で、あらかじめプリペイドカードを作ってそこにお金をチャージしてそれで支払う形のようです。店舗数はざっと見た感じどうだろう、20とかそれぐらいかな。で、お昼ご飯こちらのお店でローストしたアヒルのご飯をいただきます。お店の人に英語が通じないときはメニューの写真を撮って、その撮った写真に指差しをして注文するのがおすすめです。こちら注文しました。50バーツ約200円でアヒルいただきます。いただきます。チキンと比較して肉質がしっかりとしていて、味がちょっと濃いような印象ですね。ごちそうさまでした。コスパよし。チャージしたけど使い切れなかった金額は、プリペイドカードを返却すれば返してもらえます。スーパーの中に入りました。伊藤園のお茶が30バーツで売っているので、日本と変わらない値段でお茶飲めます。日本のお酒も売っています。お酒は高いですね。日本で買うより3から4倍します。タイではコンビニとかどこでもコアラのマーチ売っています。値段は20バーツ約80円です。日本では見かけない明治のハローパンダ、これ完全にやってますよね。クレヨンしんちゃんのグッズやお菓子もよく見かけます。朝から晩まで時間を潰せる楽しいモールっていう感じではなかったですね。現地の人が買いだめとかするようなモールだと思います。先ほどのモールから徒歩3分ぐらいのところにもう一つモールがあります。イオンの隣にイトーヨーカドーがあるみたいなノリですね。ちょっと軽く中見てみます。入っているテナントもカフェアマゾン、ワトソンズ、ケンタッキーフライドチキン、ミスタードーナツともう完全にかぶり散らかしてますね。なのでもしパヤオに来ることがあれば、どちらか片方のモールだけ行っとけば十分かなと思います。こちらのモールも AIS のハイスピード Wi-Fi 使えます。そして映画館もあります。近距離移動ですがちょっと体調が優れないので、グラブで帰ります。いいモールでしたが、正直タクシーとかに乗ってまで、行くようなところではないかもしれません。この街はグラブのドライバーさんが少ないのか、来る時と同じドライバーさんが来ました。若干気まずいです。宿まで帰ってきました。では夜までゆっくりして体力回復させます。はい、ゆっくりと休憩したので、晩ご飯食べに行きます。では3日連続最高のレストラン行ってきます。最高のお店でした。ごちそうさまでした。まさか3回来ただけなのにお土産もらいました。いや、どういうことやねん、ありがたすぎる。ちなみにお土産はカオソイの素をくれました。3日連続カオソイを頼んでいたから、カオソイ好きでしょって言って、で作り方わからなかったら Facebook に連絡してって言って、いやもう優しすぎるでしょ。あのお店のメインメニューで一番安いのがカオソイなんです。安いメニューばっか食べてたやつにこんなサービスしてくれました。いや、優しすぎでしょほんま。はい、無事宿に帰ってきました。最後の夜、とても素敵な夜になりました。明日はチェックアウトしてナーンに向かいます。パヤオ旅4日目最終日です。宿チェックアウトしました。従業員さんの感じは良い宿でした。今日はバスに乗ってナンという町に行くのですが、そのバスの時間まで2時間ほどあるのでお昼ご飯食べに行きます。 Google マップを見る限りパヤオでも一番ぐらいに人気なお店っぽいので楽しみです。ではこちらでお昼ご飯いただきます。地元の方で大人気のお店のようです。注文はなかなか難しめです。僕も気づいたら何かわからないものを注文している結果になっていました。全くわからないんですが、とりあえず美味しそうなやつが来ました。60バーツいただきます。この細麺はあまり好みじゃないんですが、具がいいですね。肉団子もジューシーで美味しいし、これコラーゲンチックな味、牛すじかな、内臓っぽいやつと角煮っぽいやつですね。具が美味しいです。ごちそうさまでした。
2024年3月現在では麺メニューはノーマルサイズであれば全て60バーツなので、写真の中から一番自分的に美味しそうだなって思うやつを指差しで選んで注文すれば良いかなと思います。まだバスの時間まで1時間ほどあるので、こちらのカフェで時間潰します。店内広くはないですが素敵な雰囲気でエアコンも効いています。メニューは全てタイ語なので Google レンズなどの翻訳アプリを使って注文してください。 Wi-Fi スピードは爆速です。こちら妻が注文したアイスアメリカーノ、今までタイで見た値段で一番安いです。僕はアイスキャラメルマキアーテを注文しました。45バーツ。いただきます。美味しい。安いし美味しいし Wi-Fi 早いしエアコン効いてるし店員さんの雰囲気いいしめっちゃいいお店です。最終日に見つけたのだけが残念。とても良いお店でした。もしパヤオに来ることがあればぜひ行ってみてください。ではそろそろバスターミナルに向かいます。1時45分発のバスなのですが、15分前の段階でもうすでにバス到着してました。中の方が涼しいので乗り込んじゃいます。さあバス乗り込みましょう。では約3時間半のバスの旅出発です。結構な山道なんで酔いやすい方は酔い止めとか飲んできた方がいいかもしれないです。はい、ではバスで移動時間3時間45分、ナンに到着しました。ということでパヤオ編はここまでです。次回ナン編ぜひご覧ください。では予告どうぞ。お釈迦様がこの町の有名ランドマークだそうです。有名なささやく人の絵ですね。タイのモナリザとも呼ばれているそうです。素敵なとこ見つけれてよかったです。いや、ナンいいところですね。明日もちょっといろいろ探索してみます。今日はここで一旦締めます。おやすみなさい。